はい、皆さんこんにちは。ちょっとね、ドタバタしており、長らく動画投稿ができずに、見ていただいている方にはね、申し訳ございませんでした。で、今回は私が UR 団地に住んだ感想ということをお話ししていきます。で、まず、UR 団地とは何かということなんですが、UR 団地っていうのはね、アパートとかマンションみたいな民間の賃貸住宅じゃなくて、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、UR っていう国の機関が管理している公的な賃貸住宅になります。いわゆるね、昭和の団地とかを想像してもらえると分かりやすいです。で、条件を満たせば外国人も入居可能です。入居の条件が明確に定められているので、外国人を含めて全ての人にフェアなんですよね。で、あと保証人が不要で、仲介手数料や礼金や更新料も無料になります。日本で賃貸住宅を借りるときに外国人が疑問に思うのが、礼金らしいですよね。礼金の意味がわからないって言ってる外国人の人が多いので、礼金がないのも外国人好みかもしれません。で、あとね、場所や広さの割に家賃が安いっていうのも UR 住宅の特徴になります。私が住んでるのは船橋市の UR 団地なのですが、2DK、約45平米で、家賃は4万3000円になります。東京都市圏としてはかなり安いですよね。1都3県で普通にアパートを借りると、1K でも4万3000円は多分かなり安いと思うんですよね。なので、2DK で4万3000円は破格の安さだと思います。はい。で、次なんですけど、私がなぜ UR 団地に住んだのかなのですが、私はもともと地元が千葉県の船橋市なのですが、以前の引っ越しの動画でも述べましたが、仕事の関係でずっと茨城県や静岡県などの地方都市で一人暮らしをしていたんですよね。で、私の親から、ちょっと離れすぎてるからそろそろ帰ってきた方がいいんじゃないのって言われていましたし、引っ越すきっかけになった決定的なことは、茨城に住んでた時にお酒によるトラブルを起こしてしまったことなんですよね。具体的には、お酒によって近所の人の家、民家を壊してしまったんですよね。そのせいで、当然警察沙汰にもなりましたし、近隣住民との関係が悪化し、嫌がらせなども受けていました。なので、警察からも引っ越せって言われてましたし、仕事もリモートワークだったので、実家のあるね、船橋市に戻ってきた感じです。で、引っ越すにあたって、そもそも引っ越し先をどうするのかという疑問がありました。私の実家は一軒家で、私の部屋も一応あったのですが、そもそも家自体がそんなに広くないですし、私自身がリモートワークなので、大の大人の男が平日の昼間から家にずっと入り浸っていると、近所の目が気になるとか、世間体が悪いとか、そういうことを親が気にしていました。なので、一人暮らしの引っ越し先を探すことにしました。で、私は初めは UR の住宅について知らなかったのですが、引っ越すにあたって、そもそも引っ越し先をどうするのかを家族と話し合った結果、UR の住宅を勧められたので、UR の住宅に入居を決めました。なので、UR に決めた理由としては、実家が狭かったっていうことと、リモートワークで平日の昼間とかに大の大人の男が実家に入り浸るという世間体を家族が気にしていたっていうこともありますし、あと、ぶっちゃけ一人暮らしの方がリモートワークがしやすいっていうのもありました。集中できますし、家族の邪魔にもなりませんよね。あとは、これはリモートワークは関係ないんですが、仕事している社会人はあるあるだと思いますが、社会人になると生活リズムとかがどうしても家族と合わないことが多いので、同居してるとお互いが結構ストレスになってしまうというのもありました。で、住み始めたのは2022年の10月頃なので、もうかれこれ約2年住んでいます。あと、私の場合は実家も船橋市なので、同じ市内に親族がいると家賃割引が受けられるという家賃割引の条件も満たしていたので、将来的に家賃割引が受けられる可能性もあったので、そういう意味でも魅力がありました。あとは、UR って家賃を口座振替で払うと、ポンタポイントが貯まるんですよね。なので、気づいたら数千ポイントとか貯まってて、買い物とかでも使えるので、そういうのもいいですよね。なので、比較的広くて、安くて実家にも近くて、割引も受けられる可能性があり、ポンタポイントも貯まるという好条件が揃ってたんですよね。ただ、私の場合は、生涯死ぬまで今住んでいる UR 団地に住み続けることは多分なくて、実家が一軒家なので、将来的にはそっちに引っ越すというか、戻るか、どこか別の場所に引っ越すと思います。はい。で、次に、私が感じた UR 団地の問題点、デメリットをお話ししていきます。
で、一つ目なんですけど、ペットが飼えないという問題があります。UR はペットが原則禁止なので、私も猫を飼っているのですが、普段は実家で飼っており、たまにこっちに連れてくる感じです。まあ多分、こっそり飼ってる人もいると思いますけどね。私の今住んでいる団地内でも犬を飼ってる人がちらほらいますからね。で、次なんですけど、これ結構重要なんですけど、住民のレベルが低いっていうのがあります。条件的に外国人にとっては入居しやすいので、外国人はそこまででもないのですが、日本人の入居者のレベルがぶっちゃけ低いです。これは賃貸住宅に住んだことのない人はあまりわからないかもしれないんですけど、住民のレベルとか民度って結構生活の要所要所で影響があります。で、私は賃貸物件居住歴が10年以上あるのですが、賃貸物件の住民レベルってほぼほぼ安かろう悪かろうなんですよね。なので、まともな周辺住民の場所に住みたいのであれば、家賃を上げればいいんですよね。これは比較的シンプルです。UR の場合は、家賃も安く、礼金や更新料もなく、条件を満たせば、無職やフリーターでも入居できますし、低所得者層や無職の障害年金や生活保護受給者や前科者とか、言い方悪いんですけど、社会不適合者とか犯罪者予備軍みたいな人が結構多いです。で、精神疾患のある障害者とかも優遇されるので、そういう人とかが同じ棟にいると、騒音トラブルとかいろんなトラブルが起きやすいです。というかトラブルに巻き込まれやすいと言った方がいいかもしれません。なので、都内とかで格安物件の住民層が低いのと似てますよね。なので、住民層のレベルが低いことは諦めるというか割り切る必要があります。あとは、40代とか50代ぐらいで無職独身の男性とかも結構いたりします。逆に言えば、いい年して無職の独身の人とかでも UR だったら目立たないというか、引け目を感じないかもしれないですよね。ただ、ちゃんと結婚して家族を養えてるまともな人とかだったら、ぶっちゃけ UR にはあまり住みたくないと思うんですよね。あと、UR って中国人とかの家族も結構多いんですけど、これは多分中国人が高層住宅というか、団地みたいなでかい集合住宅が好きっていうのもあると思います。埼玉県川口市の芝園団地とかは、日本人よりも中国人の居住者の方が多いらしいですからね。なので、単身赴任などで一時的な住居を確保したい場合など、とにかく手軽に即席で安い物件を探したいという人向けになります。あとは、最近だとリモートワーク専用に借りるのもありかもしれないですよね。仕事部屋みたいに使うのもいいと思いますが、ちょっと贅沢ですけどね。ただ、女性一人暮らしとか家族連れで住むには正直言って適さないかもしれません。私は男ですが、近隣トラブルとかで何回か怖い思いをしたことがあるので、女性の一人暮らしとかだと多分、そういうことがあると、なおさら怖いと思うんですよね。で、繰り返しになりますが、私は今まで賃貸物件居住歴が10年以上あるのですが、UR に住んでて怖い思いというか、異常事態を経験したことが2回ぐらいあります。で、1回目は2023年のゴールデンウィーク期間中の平日の出来事だったのですが、私は普段在宅勤務をしているので、平日の日中に散歩に出ることが結構あります。その際に、住人のおじさん同士2人が取っ組み合いの喧嘩をしてたんですよね。で、初めはふざけ合ってるのかと思ったのですが、観察してると取っ組み合って殴り合ってたので、本当に喧嘩をしてたんですよね。で、今まで日本に住んでて、喧嘩を見たのが、駅の構内で何回か見たことがあります。あとは、学生の時に高校生同士の殴り合いも見たことがあります。それ以来は、今回の件までは見たことがありませんでした。なので、マジか、いい年の大人が取っ組み合いの喧嘩してるよ、みたいに思いましたね。で、とりあえずね、私は110番通報をして、警察を待ってる間に、そばでスマホで動画撮影をしながら見守っていました。そしたら、一方の人が結構一方的に殴られてたんですけど、そんなに力もなさそうな、弱そうなパンチだったので、私は手出しをせずに見守っていました。で、動画撮影をしていたので、暴行の証拠もバッチリ取りました。これが一方が殺されるかもしれないみたいな状況であれば、多分私はやってる方を蹴飛ばしたり、木の棒とか消火器で殴って阻止してたと思います。正当防衛になりますしね。で、その殴ってる方の人がいきなり私の方に、取ってんじゃねえみたいに向かってきたので、ヒット&ウェイみたいに逃げつつ取りつつみたいにしました。で、そうこうしてる間に警察が来て加害者は逮捕されました。で、逮捕するにあたって私のスマホの動画が証拠になり役に立ったみたいです。で、私は目撃者として
警察の取り調べにも協力したのですが、その際に警察から、加害者はあなたのちょうど上の階の人で、無職で精神疾患があるみたいなので、もし今後あなたが逮捕に協力したせいで、何かされたり、言いがかりをつけられたら、すぐに110番通報してくださいと言われて、正直ちょっとゾッとしました。で、次の異常事態なのですが、これは2024年の5月の出来事なのですが、私の下の階の人が、いきなり私の部屋に怒鳴り込みに来たんですよね。もちろんドアは開けず、インターホンで対応しましたが、よくわからないのですが、めっちゃ怒っており、ドアをガンガン叩かれたり、ドアノブをガチャガチャやられて、なんか関西弁だったと思うんですけど、1年以上前から音がうるさいんや、いい加減にせえや、みたいに怒鳴られました。で、私は本当に心当たりがなかったので、心当たりがないんですけどと言ったのですが、めっちゃ怒ってて話し合いにならなかったので、とりあえず事態を沈静化したかったので、謝って今後気をつけますと言って、なんとか丸く収めました。で、その後警察を呼んで、警察にその人に話をしてきてもらったら、相手の人は無職で統合失調症みたいな精神疾患がある人で、被害妄想や浮き沈みがある人らしく、私が下の人をずっと盗聴してるという被害妄想を抱いてると言われました。で、私は道理だと思い、ちょっとゾッとしました。なので、私の上階と下階の人が両方とも無職の精神疾患で、危ない人、異常者なんですよね。で、私は今はほぼ毎日在宅勤務で、出社が月数回とかなので、ほぼ家にいるのですが、今言ったトラブルを起こした私の上階と下階の人も、両方とも無職で、引きこもりみたいな感じでずっといるみたいで、同じ棟なので、もし会っちゃって絡まれたらどうしようとか考えると、ちょっと住環境が悪いんですよね。なので、UR って保証人が不要だったり、家賃が安かったり、精神障害者を優遇したりしてるので、こういう人が結構いるので、単身赴任とかリモートワークで一時的に賃貸を借りたいという人でも慎重になった方がいいと思います。そういうのが割り切れる人であればいいと思いますが、住民のレベルは正直言って、無職で精神疾患とか生活保護とか障害年金とか、要は言い方悪いんですけど、底辺とか社会不適合者みたいな人が多いんですよね。なので、一人者の男性で自分の身を守れる人ならいいと思いますが、女性の一人暮らしや家族連れとかには正直お勧めできません。で、住民は大きく分けて6通りおり、一つ目が今言ったような無職の精神疾患で生活保護とか障害年金受給者みたいな、要は言い方悪いんですけど、社会不適合者とか底辺みたいな人で、二つ目が年金暮らしのおじいさんおばあさんも結構多いです。で、三つ目が外国人で、四つ目が私みたいに普通に仕事している社会人もちらほらいます。で、五つ目なんですけど、これは少ないと思いますが、学生だけで住んでる人とか、貧困層の家族連れとかもたまにいます。で、周辺住民が1以外だけであれば、まだ幸運なのですが、1がいると何かしらの近隣トラブルが起きやすいので、運ゲーなんですよね。近隣ガチャ外れちゃうとめっちゃ不運です。なので、世の中虫のいい話っていうのはそんななくて、特に賃貸物件の場合は、家賃が安いというだけで飛びつくことはお勧めしません。これは今まで賃貸物件の居住歴が10年以上あり、何回も引っ越しをしているかなり賃貸物件の経験がある私が言うので間違いないです。しかも私の場合は実際に内見に行かずに住み始めたという物件も今までに何件かあります。今住んでいる UR 団地もちょっと急いで引っ越し先を決めたので、実際に内見に行かずに住み始めました。なので、今は実家暮らしなんだけど、将来的に賃貸物件に住みたいとか、近々賃貸物件に住む予定のある人で、賃貸物件に初めて住む人とかは、契約する前に実際に見に行く、内見することをお勧めします。その際に、できるだけ近隣住民についての情報を不動産屋から入手することとか、不動産屋が正直に言ってくれないこともあり得るので、さりげなく近所の人、何人かの人に聞いてみるのもいいかもしれません。ただ、繰り返しになりますが、近隣住民のレベルは基本的に安かろう悪かろうなので、変な近隣トラブルを避けたい場合は、相場よりも家賃の高い物件に住むのが一番確実です。家賃は嘘をつきません。あとは、周囲の環境、道路に近くて車の音がうるさいとかも、よく観察した方がいいです。最終的には、自分がストレスに感じない環境であればいいと思いますが、私の今住んでいる部屋は、大通りに近く、車やバイクの音や人の話し声などが結構うるさいので、道路に近い部屋、特に大通りに近い部屋はあまりお勧めできません。あとは、これは多分多くの人が気にすることだと思いますが、最寄り駅からどれぐらいの距離なのかや、
近所に郵便局やスーパーとか買い物できる場所があるのかや、女性の一人暮らしとかであれば、近所の交番や警察署との距離なども考慮するといいです。当然ですけど、何か緊急事態が起きて110番通報をしても、警察官だって瞬間移動できるわけではないので、警察署とか交番に近い場所ほどすぐに警察官が来てくれます。あとは、変な人に襲われそうとか、本当に差し迫った緊急事態であれば、逃げられるなら全速力で近くのコンビニやスーパーなどの店に逃げ込むのがいいと思います。あとは、私は今まで全くと言っていいほど気になったことはありませんが、事故物件とかそういうのを気にする人であれば、不動産屋とか近所の人にさりげなく聞いてみるのもいいです。で、これはよく言われていることですが、内見に行った時になんとなく嫌だなと感じたり、部屋に入った瞬間に悪寒がするとか、そういう部屋はやめておいた方がいいみたいですよね。まあ私は今までそういう経験をしたことが一度もないですけどね。以上になります。この動画が少しでもためになった、面白かったと思った方は、いいねやチャンネル登録をお願いします。